にちは、ギタリスト生田誠司です。本日はヘッドウェイジャパンチューンアップシリーズの各モデルを引き比べて話していきたいと思います。まず、ヘッドウェイジャパンチューンアップシリーズはどういったモデルかというのを説明しますと、ディバイザーの海外工場で製作されたモデルがここ長野県松本市のディバイザー本社に輸送され、日本人職人の手によってしっかりとセットアップを施してから楽器店そしてプレイヤーにお届けするというシリーズになっています。このジャパンチューンアップシリーズ、実はラインナップがすごく多くてですね、どうやってギターを選べばいいんだっていう方がたくさんいると聞いております。そこで今日はですね、トップ単板モデルかオール単板モデルかという点に着眼して話していければと思っております。それでは単板モデルから弾いていきます。はい、トップ単板モデルを弾きました。こちらのモデルは非常に引き締まったサウンドで、そしてね音が前にしっかり飛ぶような、イメージでした。やっぱり合板モデルは、サイドバックの強度が高いので、どちらかというとすごく前に飛ぶので、自分っていうよりは聴いてもらってる人たちがいい音だなってすごく感じるのかなと思います。アコースティックギターって湿度とかの影響がすごく受けるので、コンディションがコロコロ変わっていきやすいっていうのが一つデメリットとしてあると思うんですけれども、トップ単板でしたらそこまで影響は少ないのかなと思いますので、常に同じコンディションで演奏できるのが上達するために必要なのかなと思います。それでは次はオール単板モデルを弾きます。
オール単板モデル弾いてみました。オール単板ということで育てる楽しみがあると思いますが、この、今日弾いたギターに関してはトップがエイジド加工されているので、あらかじめかなり、鳴りがいいギターになっています。オール単板モデルに関しては、広がりがすごくあるので、弾いてる自分自身もすごく気持ちいい音で演奏できるのかなと思ったりします。特にやっぱりドレッドノートとかは面積が多い分、もろにそのトップ単板オール単板っていうの違いが大きかったかなと思います。で特にですね自分に跳ね返ってくる音っていうのはやっぱりオール単板の方が気持ちよく跳ね返ってくるなという印象が受けました。自宅で弾いてて、気持ちいいギターが欲しい方とか、あとレコーディングでマイク立てて使う方とかはオール単板をお勧めしたいかなと思ったりします。でトップ単板の方はですねステージでたくさん演奏する方とか、あとストリートとか結構環境が小雨が降ってたりとかするような場面でも弾きやすいのはトップ単板の方かなと思いますね。というわけで今回ヘッドウェイジャパンチューンアップシリーズトップ単板モデル、そしてオール単板モデルを弾き比べてみましたが、どうでしたか。どちらの方が使用的に優れているかということではなくて、それぞれの使用によって持ち味があります。人によってはトップ単板がいいという人もいれば、あとは、オール単板がいい人が、いると思います。できれば実際店舗に行って試奏していろいろ弾いてみた上で自分にとってベストなギターを探してみてください。それでは、いぐさせいじでした。